らすごい。ここはアンドラの国です。全部食べた。チンテキリスです。でね、皆さんなんですけれども、今日ね、キャフェに行くって言ってたのにもかかわらず、ベイビーが、どこ行くって言った？山。っていう感じで見てください。この背景、この後ろ、山です。なんで山？散歩したくない？したいけど、キャフェから散歩になった。散歩したいじゃない？このうるさい子も散歩したいし。このうるさい子ね。後ろにいる黒いね、妖怪は私たちの愛犬ビションでございます。もうめちゃくちゃ文句言われて、今、なんで出ない？なんでまだ出ないの？めちゃくちゃ怒ってる。めちゃくちゃ怒ってるんだけど。ということで皆さん、キャフェがなくなって散歩になりました。しかもこの隣にいるこの方のおかげです。これは感謝ですよね。きっと感謝しないといけないよね。カフェはいつでもできるんだけど、山はね、山もいつでもできる。そうだよ、山は逃げないよ。動かないぞ。そう、閉まっちゃうじゃないし。じゃあカフェ行く？そうだね。キャフェ行こうか。すぐ行こうか。もう来たらもう今ね。キャフェ行きたいからね。ね、みんなね。わかるでしょ？キャフェ行きたいって言ってるのにいきなり山に連れてこられたその心境を今私が表現しています。顔で。大丈夫ベイビー。ちょっとだけ散歩してこの辺まで。皆さんまずですね、この方のね言ってるちょっとだけっていうのはだいたい1時間以上のことをちょっとだけって言います。もしくは2時間か3時間かかります。なんかね山行くと止まらなくない？もっともっと行きたいし、もっともっと見たいしってなるから。ひどいよね。ほんともっともっと行きたくなっちゃって結果的にキャフェはナッシングになるでしょ。ならない。またカフェは10時まで、夜の10時まで開いてるから。そんな夜遅く行きたくないよ。誰が行くのそんな夜遅く。はいた、かわいいっていう感じで今から散歩行きましょう。みんな山に歩いています。もう本当に歩かされている。でもね、太陽があってめちゃくちゃ気持ちいい。しかも誰もいないっていうね、最高じゃないですか。これ見てください。たらー、ほらすごい。ここはアンドラの国です。アンドラの国ってめちゃくちゃちっちゃい国なんだけれども、フランス、スペインのね間にあるんだよねベイビー。このぐらいちっちゃいね。あんな感じでちょピッコロなんだけど、ここはアンドラの中でも一番綺麗で美しい谷って言われているところだね。言われて、まあどこでも綺麗。名前知ってる？知らない。名前ないかもしれないね。まあいいや、とりあえず山登ろう。あ、名前があったかも。これじゃない？カミデラバルダンクレ。みんな今私たちは麓にいて、こんな感じで麓バラーンといます。でベイビーはね、いきなりねここからこの上の方に登りたいって言ってるわけ。そこって言ってみんなね、これすぐそこじゃないからね。本当に全然すぐそこじゃないから。だから1時間で行けるんじゃない？あ、分かった。1時間で行けるところまで行く。みんないい？これ山の一番頂上なの。ピレネー山脈ってわかる？みんなその頂上でございますよ。だから私たちここふもとって言ってるけど、はっきり言うけど山のね上にいるんだよね。ピレネー山脈の。ピレネー山脈のねここら辺にあるね石はねパワーストーンみたいな感じで、大倉ホテルでもなんかマッサージ使っているっていうの聞いたことあるの。そのピレネー山脈の山頂にいるわけよ私たち。だからねベイビーはあそこって言ってるけど、あそこそんなに遠くないけど、とりあえず山のてっぺんだから空気は濃くない、薄いですね。だからちゃんと呼吸しないといけない。Baby, are you negotiating? 1メートルぐらい。1メートル？うん。1メートルってそこだよ。もうだからこっちに来て。その後絶対にはめるでしょ。ベイビーに言われちゃうとね、あれっていうのもマジどういうこと？皆さんまだほんのちょっと登っただけです。まだ見て2メートルぐらい登ほんった。と数メートル。でもそんなのにこんな綺麗。やばいよね。もう疲れちゃった。疲れた。
でももっと行くんでしょ。全然もう始めたばかり。Oh my god。みんな見て、どこにいるかな、ビジョン。見える？あ、動いてる黒いのが。あ、どっか行っちゃった。はい、もう心臓が破裂しそう。おえって心臓が出そうなんだけど、口から。やばい。このくらい来ました。見て、結構登ったよね。登りました。キャフェって言われて、せっかくこう綺麗なさ服着てきたのに。大丈ベイ夫。ビー山の上もおしゃれにした方がよくない？そうですね。山でもおしゃれにしとかないと。ありがとう。疲れちゃった。めちゃくちゃ疲れたね。ねでもやっぱ綺麗だし、やっぱちょっと動くとさ、気分も上がるから、なんか気持ちいいかも。綺麗じゃない？山乾燥してるかうん。なんで綺麗なら汗かいての？モイスチャライズできる。汗がツヤって言ってるのね。らしいです。山めちゃくちゃ乾燥してるんですよ。山のてっぺんに住んでると。すんげー乾燥していて。そうだからめちゃくちゃね、化粧水とかクリームつけないとやばいんだけど、ベイビーはそんなのいらないよ。汗かいて、その汗があなたの化粧水になって保湿してくれるっていうのね。面白くないですか？自然なモイスチャライズです。自然なモイスチャライズ。入れてみてください、みんなさ。動いてるのがいる、ここに。Leave it. Leave it! 来るよ。みんな来たよ。来た。Leave it! 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 おわ全部食べたこの子ダメでしょ。しつけがなってないね。私たちのせいです。おい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 。すごい。何あの先っちょ。怖いけど行ってみようか。みんな怖いけど行きます。え、何これ、トマト？トマト。みんな見て、岩の先っちょ。まあなんとなく似てるよね。ベイビー、紅葉って知ってる？知ってる。後ろ紅葉じゃない？もあ、ちょっと待って。すごい。うめっちゃ早くない？やっぱ半分ぐらいになったね。ねえ。でもめちゃくちゃ結構暖かいのにね。ベイビー、今日本だとね、紅葉はね、まだ11月末とかじゃない？ 12 月。去年11月末行ったけどさ、全然紅葉まだで見れなかったよね。で、12月だったらしいよ。遅いね。遅いよね。そうそう、もう始めました。始めました、皆さん。はい、紅葉先にご堪能。紅葉見たくてしょうがない方はどうぞアンドーラ来てください。シャワーしてます。シャワーじゃない。飲んでます。もう大丈夫。もう大丈夫。yes, yes, 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 yes. わー、すごいゴージャス。しかも夜10時じゃない。すごい天気良すぎ。ベイビーありがとう。夜10時じゃなくてまよかった。10時かもしれないね。こんなに明るいんですか？夜10時。えみたいな。10月ですよ。10時じゃないです。何時？まだ5時。
5時ちょっと6時とかじゃない今。 6時近くになりました、みんなねアンドラってね、夏が終わって今10月なんだけれども、アンドラの国って本当に山で山の中の山なのね、だから夏はね登山って言って山を登る人たちが来るんだよね、たくさんね。結構たくさん来ます、でそれが終わっちゃったからあれって思うじゃない。あれ10月はどうなんだろうと思ったらね、まだこんな天気で、はっきり言うとさ7月8月より9月10月の方が暖かくて、まあまあねすそうんごい暑くなくて暖かくて、気持ちいい、で晴れてんの。うん、 4月8月はね山の上に住んだことがある人だったら分かると思うけれども、めちゃくちゃ暑いと、暑いっていうのはね地面で反射して上にボーンっていくのね、山の上だと。そうすると暑いものが空に行って、それでね冷たい空気と重なって雲ができて、いきなりね夕方になるとストーム、もう雷となんか嵐みたいな感じでザーって降ったりするの。それが4月8月ほとんど毎日のような感じだったの、暑すぎて。ベビーよくしてますね。知ってる？山に住んでる人は知ってるよねきっとね。いやだから山ってさすごく気候天気が変わりやすいって言うわけよ。ああ、うんまあ山の天気みたいね。まあベイビーみたいに皆さんにね今私が話したこと聞いてないと思うけど、まあ、そんな感じで4月8月よりは9月10月の方が天気がいいってこと。で全然いい。もう天気めちゃくちゃ素敵すぎてますよね。だからまだ山に登る人がたくさんいて、さっきもね山登ってたんだけど、もういたよね2人。いたいた。 2人と会ったんで誰もいないと思ったら、山の奥から「え現れた」って言って、こうスティック棒みたいなのをなんていうのあれ、ハイキングハイキングスティックかなみたいな感じでね、ね、すごい健康。そううん特に結構年上の方、うん80、90歳。ちょっと待って、もう言い過ぎで大変かわいそうなんだけど、あの人たちはもう50か60代です。80か90じゃないよ。でもそういう人もいますよね。友達いるんじゃない？78歳。友達じゃない。一回会って山の上会ってベイじゃなくなった時に。ああ覚えてるベイビーがあったしね。そうあった。はいはい80歳近くのおばあちゃ。うんん。めちゃくちゃ元気だったあれその人に連絡した？した今ノルウェーにいます。まだいるの？まだいる。でーもちょうど10月戻りますと言ってたんだからもうアンドラでね会う人たちは貴重なので、私たちなぜかっていうと人が少ないっていうところだから、ね。なので、9月10月でもアンドラの国は山に登るっていうのと、一番いいのはねなんか紅葉がすごく楽しめるの。そうと暑くない。暑くないし寒くもない。ないないない。確かに夜も太陽全くなくなっちゃうと山の上だから、ね、いきなり寒くなるからジャケットとか必要だけどね、そうそうそう。じゃなければ全然暖かくて、そうだから今日は全然用意してなくても、そのまま行きましたよね、山の上。でねみんなねバルセロナから23時間で来れちゃうからすごくないですか？アンドラ山のてっぺんピレネー山脈の頂上、素敵。大倉ホテルの石、いつも天気がいい。天気がいいです。あと何？アンドラといえばあとはなんか人優しい。すっごい人が優しいよねベイビー。もう本当に家族みたいってなってます、ね。なんでこんなにウェルカムされるのっていうぐらいすごい笑顔でいるよね。そうそうそう。ね、あれびっくりしない？何でも話できる。そう、はい本当に。だから私たち近所さんのこともよく全部してるし、話してる、ね、話してる。そうスーパーの人もみんな知ってるしもう連絡取ってますみたいな。みんなねアンドラのスーパーよく行くところがあって、そこにねお肉屋さんがあるのね。でそこのお肉を販売しているマダムがいるの。そのマダムが英語とリトアニアン語も話せないのね。なんだけれどもベイビーとなんか会話してて面白くて笑いながら、で電話番号交換してて、で例えば今日はねセールスやってる日だとすぐにベイビーに電話してセールスやってるよとかってね毎回電話くれるっていう。そうすごくない？すごい優しいね。優しい。今日は鶏肉来ましたみたいな。入りましたみたいな、はい、そうそう、うんだからいろんなお知らせそうしてくれるってしてくれます。すごい優しくないですかみんな。そうもう本当に2週間とかどこかでいたらまた戻ってもうママみたいってなってるよ。本当ウェルカウェルカム本当にね。でもねめっちゃウェルカムなのみんな。ムそう、うん
だからフランスから来るとびっくりするけどみんなニコニコしてるしすごくウェルカムで話しかけてくれるから、そうね、英語できなくても話しようとしてる。アンドラの人の方が英語できると思うよ。できる、全然できるんだけど、もうちょっと上の人、できない人いるんじゃない？そっかそっかそっか、確かにね。だけど、もう頑張って会話しようとしてるよね。会話しようとしてる。だからめちゃくちゃ優しい。っていうねのがアンドラなの。でこのアンドラの国ってね、みんなすぐにこの人がアンドラ出身かっていうのがよくわからないんだぐらい小さい国なんだけれども、外国人が半分以上いるの。そうね。何%だっけアンドラの。40%だったんじゃない？そうだからアンドラの人っていうのはまあ会えるのは珍しいっていうか珍しくはないけれども、外国人の方が多いよねっていう。そう、外国人の方が多いし、今のジェネレーションじゃなくて前のジェネレーション、スペインから来てもうアンドラ人と言ってる。あ、そうなんだ。なんかだけど両親はスペイン人みたいと言ってるんだけど、だからもうの方が多いかもしれないね。ヨーロッパってつながってるからね、もう大体同じようなもんだよね。アンドラの国だけど私からしてみるとスペインとフランスの山の奥じゃないみたいな。だからどっちもどっちだよねっていう。そうなんだけど、ちゃんとねアンドラっていうね国が成り立っているっていうね、本当に素晴らしいですよ。ヨーロッパでは多分一番素晴らしい国かもしれない。本当にヨーロッパ好きな人だったらぜひ調べてみて。多分アンドラ一番素晴らしい国だと思う。もう便利で全てが、人が優しいでしょ。でヨーロッパ来るともう何でも予約が大変で、何でもものすごい日数がかかって、何でも普通に対応してくれないの。アンドラは日本みたいです。本当にね、何回考えて話あるじゃない、友達と一緒に。いつもそういう話になるね。ヨーロッパの日本みたいってなってる。あ、そうね。だから私は結構好きだな。住みやすいというか、すごく。そう。だからすごい素敵な国です。本当面白いよね。ちょっと下ればさ、スペインとかさ、フランスなのにこんなにも違うってすごいよね。全然違いますよね。考えたら。そんなね感じのアンドラなので、ぜひねみんなね大好きになって遊びに来てください。来ているから、今だけどんぐらいいるか分かんないけどいるから。ではこの動画がいいなと思いましたらグッドボタンよろしくね。お願いします。インスタフォローもしてね。 YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。 Yes。 それではまた次回もお会いしましょう。せーの、あちゅ。